皆様こんにちは。今回は取り付けるだけで車の剛性が上がってハンドリング性能が上がると言われている日本一の大企業であるトヨタが純正パーツで出してるぐらい有名なパーツのドアスタビライザーをスイフトスポーツに取り付けましたのでレビューしていきたいと思います。今回 Amazon でポチったのがこちら。愛信のドアスタビライザー。お値段は約14,000円。箱の中身はこんな感じで1箱買えばドア2枚分ついてきます。2ドア車の場合は1箱だけでいいですが4ドアだと2セット必要ですね。まずそもそもドアスタビライザーってなんやねんと思った方がほとんどなので、メーカーの愛信のホームページから引用すると、ドアのストライカー部分の隙間にスペーサーを入れ、隙間を埋めることでステアリング操作時の車両の応答遅れを低減し、クイックなレスポンスに仕上がります。ということなんですが、簡単に説明すると、車のドアってきちんと閉まってるように見えて、実はボディとドアの間に若干の隙間が空いてるんですね。なのでカーブを曲がった時に隙間があることで車体の側面が縮んだり伸びたりします。これを今回のドアスタビライザーに交換することで、今までなら空いていたドアとボディの隙間を取り付けたこの2つのパーツ同士が噛み合うことで密着して隙間がゼロになってボディとドアが一体化するので、車の剛性が上がって運転がしやすくなるといったものですね。イラストで説明すると、これまでは途中で途切れて隙間が空いていたせいでカーブ曲がる時なのに側面が伸びたり縮んでいたところ、ドアスタビライザーで隙間を埋めたことで一本の線になって剛性が上がることで車体側面が縮んだり伸びたりするのを抑えるといった感じですね。今のところこんな小さいパーツ交換しただけで何も変わらんやろと僕は内心思ってますし、今この動画を見てくれてる人もそんな大して効果ないんとちゃうかと思ってる方多いと思いますので、この後実際に取り付けて走ってみて、取り付け前と何が変わったか忖度なしに正直に感じたことをお伝えします。まずドアストライカーの取り付けですが、素人でもできると思いますがプロに任せた方がいいと思います。というのもですね、取り付けに際して結構特殊な工具が必要になってきます。取り付けに必要な工具はトルクスという星型のネジが外せる工具。しかもトルクスネジが2種類あって T30 と T40 の2つが必要です。値段はだいたい Amazon で1個1000円いかないぐらいですね。さらに締め付けのトルクが指定されているのでトルクレンチも必要になります。指定トルクは5と23ニュートンなんですが、その指定の数値内で締め付けができる良さそうなトルクレンチが Amazon で売ってなくて、いいものを買おうとすると電子タイプになってそのトルクレンチだけで1万円超えます。今後車いじりする人とかであれば工具一式を2万ぐらい出して全部揃えるのもいいかもですが、先ほど言った T30 と T40 のネジは車屋さんに聞いたところ、ほぼこのドアのところしか使われていないそうなので、工具持っていない人とかちょっと不安な方は車屋さんにお願いした方がいいです。ちなみにスイフトスポーツに関しては純正のストライカーのところのネジがめっちゃ硬く固定されてて、素人がやるとネジを舐めてしまって結構めんどくさいことになった人めっちゃ多いみたいです。自分でやろうとしたけどネジ舐めて外れなくなって結局車に持って行って作業してもらった人がスイスポに関しては多いそうなので、慣れてない方や工具がない人は車屋さんに丸投げがいいと思います。僕は工具持ってなくて事前にネジが舐めやすいことを聞いてたので Google マップで調べてレビュー数が多い車屋で取り付けしてもらいました。取り付けにかかった時間は30分ぐらいで工賃は4600円でした。自分で取り付けてたら工具揃えるだけで余裕で1万円はかかってたのでだいぶ安く取り付けできました。なので不安な方や工具ない人はプロにお願いしましょう。もし工具を買って自分で取り付けてみたい人はメーカーの愛信さんがこのドアスタビライザーの取り付け動画を作ってたので、それ概要欄に貼っておくので参考までに見てもらえたらなと思います。それでは取り付けが終わったので実際に走ってみて純正の状態と何が変わったか見ていきたいと思います。今さっきちょうど取り付けが終わって走ってるんですが、明らかに変わったと思うのはハンドルが重くなって直進の安定性が上がったなと思いますね。これまでだとまっすぐ運転してても若干ハンドルがブレる感じがしてたんですけど、ドアスタビライザー取り付けてから明らかにハンドルが重くなって変なブレがなくなったので運転しやすくなりましたね。また車体の側面の剛性が上がったので車線変更の時もハンドルを曲げるとすぐに車も曲がってくれるようになりましたね。剛性パーツを何もつけてない状態だとハンドル曲げてから実際に車が曲がり始めるまでに若干のラグがあると思いますが、剛性が上がることでハンドル操作すると同時に車もすぐに動くようになりましたね。これに関しては僕の体感だけでなく愛信のホームページにもちゃんとデータのエビデンスが貼ってあるので交換すれば間違いなく体感できる効果ですね。またそれに伴って曲がる時に車体が左右に傾くロールも減った気がしますね。ただこれに関しては僕の場合今回取り付けたドアスタ
タビライザー以外にタワーバー、リアピラーバー、HKS のまあまあ高い車高調をスイフトスポーツが納車されてからの4年間で取り付けてて、すでに合成は強めな状態だったので、ドアスタビライザー単体の効果なのかは正直わからないですが、それでも追加で効果を体感できたので、まだ何も合成パーツつけてない人は、まずこのドアスタビライザーを取り付けてみるのがいいかもです。正直これまで色々とパーツつけてきて、ロールが減ったとか、曲がる時のレスポンスが上がったとかは体感済みでしたが、ハンドルが重くなって直進の安定性が上がったなと体感できたのはこのドアスタビライザーが初めてなので、交換するだけで効果はあると思います。あとこれたまたま気づいたことなんですけど、僕の車に風切り音を小さくするゴムのモールみたいなのをこのドアのエッジのところにこんな感じで挟み込んでたんですが、これまでなら下の方のゴムが知らん間に勝手に取れて下側だけ綺麗にはまっていない浮いてる状態になってたんですが、ドアスタビライザー取り付けてから今で3日ぐらいですが、このゴムのモールがこれまでみたいに外れることがなくなりました。おそらくなんですけど、これまでなら運転してるとボディとドアが完全に密着してなくて、運転してる時にねじれたり動いたりすることでゴムのモールが少し引っ張られることで一部外れた状態になってたのが、ドアスタビライザーでドアとボディを密着させたことでこれまでのように運転中に動かなくなったので、ゴムのモールが外れなくなったんだと思います。多分知らんけど。なのでこのことからも明らかにドアとボディが一体化して運転中のねじれやズレがなくなったんだと思いますね。今回僕がドアスタビライザー交換して体感したことをまとめると、明らかにハンドルが重くなって直進の安定性が上がったのと、前みたいに車体がロールしなくなったおかげでハンドル動かすと同時に車も動くようになり、ドアのゴムがこれまでみたいに取れなくなったので、間違いなく合成は上がって車体のねじれは抑えられてる。これが僕が交換して感じたことですね。配信のホームページに実験データのエビデンスが置いてるので合成は間違いなく上がります。その他の感じたこととしては、ドアを閉めた時の音が少し変わったところですね。これが交換前、これが取り付け後。若干音変わったかと思いますが、別に音変わったからなんやねんという話なんで、これはどうでもいいと思います。全体的にドアスタビライザーは調子いいと思うんですけど、デメリットも少しあって、それはドアを閉める時に半ドアになりやすくなるみたいです。今のところ僕は半ドアになってないんですが、少し強めに閉めないと半ドアになることが多いみたいです。あとはドアスタビライザーを取り付けることで突き上げが強くなるとか言われてますが、これに関しては僕の場合 HKS の車高調を入れてるので正直わからないですね。純正の状態でドアスタビライザー入れると、もしかしたら乗り心地が硬くなるのかもですね。もしドアスタビライザーつけてて乗り心地が悪くなったと思う人いたら、ぜひコメントで教えてください。あとはこの小さいパーツで14,000円するところ、4ドアの場合だと2セットで約3万円するのがちょっとお財布には優しくないですが、パーツは大企業の愛信が作ってて、見た目も純正と比べてだいぶ良くなって、保証は購入日から1年ついてきて、マニュアルには日本語と英語の両方が書いているので、買って失敗することはないと思います。また合成パーツを取り付けるデメリットとして、タワーバーやピラーバーだと片側から当てられたとしても反対側もバーでつながっているので同時にダメージ食らう結構だるいデメリットあるんですが、ドアスタビライザーに関してはそれがないので、個人的に初めての合成パーツとしてはおすすめですね。迷ってる方は買って失敗しないと思います。ただ値段が1箱14,000円と高くて、前後揃えると約3万円ぐらいするので、とりあえずフロントだけ買ってみて、調子良ければ後ほど後ろも買うでいいと思います。僕の場合はフロント側だけの取り付けで効果実感できたので、また時間を置いてから後ろ側も交換して、果たして前だけとフルセット交換では何が違うのか検証してみます。今回取り付けた愛信のドアスタビライザーの取り付け方やドアスタビライザーの詳細を動画の下にある概要欄に貼っておくので、気になった方はリンク先から値段や他の方のレビューとか確認してもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。